Hi there, it's Masaki. 皆さんこんにちは、Masaki です。最近、テレビとか新聞とかでも LGBT について結構出てるので、皆さん聞いたことあると思うんですけど、例えば学校なんかでも大学だけじゃなくて、高校とか中学校とかでも LGBT って言葉を聞く機会なんかもあるみたいです。それって LGBT について知る機会が増えてるってことなんです。すごい大変喜ばしいことなんですけど、同時にそれは LGBT について教える人っていうのも爆発的に数が増えているということを意味します。学校とか講演会とかで教える人たちだけじゃなくて、例えばテレビ番組のディレクターさんとか新聞の記者さんとかっていうのも含まれます。 LGBT についての情報を広めてくれるっていうのはとても嬉しいんですけど、教える人たち自身が間違ったことを教えてたり偏った考え方だったりとかっていうこともなくはないです。どんなに善意で教えてても間違ってたら元も子もないですよね。そこで今日の動画ではよくある間違いを紹介して何が間違ってるのかっていうのを説明してみたいと思います。いろんな教える立場の人たちに見てもらいたいので、ぜひ Facebook とか Twitter で拡散をお願いします。では行ってみましょう。皆さんこんにちは。今日は LGBT について勉強したいと思います。聞いたことありますか？ LGBT です。皆さんの中にはいないと思いますけども、会ったことがあるという人、手を挙げてみてください。その場にいる前提で話をしてください。その質問されて LGBT 当事者は手を挙げる挙げないのどっち？ LGBT とはレズ、ゲイ、バイ、トランスジェンダーの略です。基本的に当事者があえて言う時以外はレズ、ホモ、オカマ、オネー、お鍋、両党とかっていう言葉はできるだけ避けて、略さずにレズビアンとかバイセクシュアルとかっていう言葉を使ってください。トランスジェンダーとは性同一性障害のことです。その2つは違うものです。生まれた時にこっちですねって言われた性別に違和感を持っていたり、別の性別であると自分を認識していたり、別の性別の服装とか振る舞いを身につけていたり、どの性別にも属したくないって思っている人なんかもいて、トランスジェンダーっていうのはとても大きな幅広い概念です。一方、性同一性障害っていうのは反対の性別の身体的特徴を手に入れたいと思っていたり、行政上の性別を変更したいと思っている人なんかがそういう風にできるように医者からゴーサインをもらうための診断名です。では女性が女性を好きになるのは LGBT どのセクシュアリティですか？トランスジェンダーはセクシュアリティではありません。セクシュアリティとは基本的には性的な欲望のあり方のことを言います。アメリカでは LGBT の人たちが結婚できるようになりました。これまでパートナーと結婚できなかったのは L か G か B か T かにかかわらず同性間のパートナーだけです。だから例えば男性同士のゲイだとしても、パートナーが行政上の性別を変更していないトランスジェンダー男性だったら行政上は異性って扱われちゃうので結婚できるわけです。そんな細かいことを考えなかったとしても、同性愛者に向けての話を LGBTは結婚できるようになったねっていうくくりで話すのは良くないです。一橋大学で LGBT の男子学生が自殺するという事件がありました。一人の人が LGBT 全部になるっていうのは多分無理なんじゃないかなと思います。レズビアンでゲイでバイセクシュアルでトランスジェンダーの男子学生。渋谷の区役所には誰でもトイレというものができて、このように男性、女性の他に LGBT 当事者のマークもついています。LGBT の中身は多様なのに、こんなあしら男色みたいな絵で表せると思ってるっていうのが一つ目の問題と、もう一つは人間を簡単にこうやって3つに分けられると思ってるところがちょっと問題だなと思います。 LGBT は男でも女でもない、このなんか虹色の化け物でもないし、男と女もそれぞれ中身はすごく多様です。女ってだけでなんでこんなスカート履いたマークで表されないといけないんだって話もありますし、そもそも例えばトランスジェンダー男性は男だっつってんのになんでこんな別の枠に
入れようとしてくるんだって話ですよね。 LGBT の人たちは生まれつきそういう性の在り方を持って生まれてきているんですから、差別をしてはいけないんです。生まれつきじゃないものは差別してもいいんだって教えちゃってる感じですけど、それで大丈夫でしょうか。ちなみに僕は12歳まで女の子しか好きじゃなかったけど、13歳から15歳ぐらいまではどっちも好きになって、16歳から22歳ぐらいまで男の子だけで、その後は日によって違うみたいな感じなんですけど、どうですかね。差別したくなってきちゃいました？ LGBT の人たちに優しくしましょう。LGBT だって嫌なやつはいます。多分この動画を見てる人の中にも、まさきってやつは嫌なやつだなと思ってる人もいるでしょう。なのに僕が当事者だっていうだけで優しくしなきゃいけないとしたら嫌ですよね。僕も自分が嫌いな人に優しくするとかちょっと無理なんでよくわかります。近頃仲間とか味方っていう意味のアライって言葉が広まってますけど、アライかどうかって当事者全員に対して優しいかどうかじゃないと思うんですよ。優しい人は好きだし、優しくされれば嬉しいし、 LGBT だからってこう悪意を向けてくる人なんかよりは全然もちろんだいぶマシなんですけど、優しさだけでは差別はなくならないです。差別をなくすためにはいろんな試みがされてますけど、僕は基本的には起こることっていうのがとても大事なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。これについては小松サマースクールっていうところで講演をした時に話しているので、概要欄にリンクを貼っておきます。なので僕にとってアライって一緒に怒ってくれる人なんですよ。一緒に社会を変えるために声を上げてくれる人。別に一緒にデモ活動をしようとかじゃなくて、僕がしんどいことを愚痴った時に何それひどいねって憤慨してくれるとか、目の前で僕がひどいことを言われたり陰でこっそり悪口言われたりとかした時に相手にそれは違うよって言ってくれるとか、そういう人が僕にとってのアライです。この動画がいいと思ったらぜひチャンネル登録して Twitter、Facebook、LINE なんかで知り合いにシェアしてください。あとコメント欄にこんな変なこと教えられたよとか、よくあんな認識で人に教えられると思ったよねとか、あとは逆に教える立場の人からのご質問とかご相談とかも大歓迎ですので、ぜひコメント欄に書いてください。では。